皆さん、こんにちは。アボちゃんの観察日記です。今回はガザニアです。種まきから開花までをお届けします。これは2024年6月の様子です。種まきから2ヶ月半ぐらいで1番目の花が咲いてきます。私は咲かせた後、管理が下手で枯らしてしまいました。今回はそのための復習を兼ねて、この動画を作成しました。右側のピンクのストライプが入るガザニアがとても綺麗なんです。それで今年2025年はストライプが入るタイプの種をまいて育てることにしました。しかし2025年は最初から少し失敗しています。その失敗と思ったところを最初に見てもらいながら2024年の種まきから開花までをお届けしようと思います。2025年4月19日、種まきをしました。赤枠の部分がガザニアの種をまいた部分です。底面給水で育てます。その給水が左のトレイは多かったみたいです。5月1日、種まきから10日以上経っていましたが、左のトレイの発芽が少なかったです。ガザニアは多めの水が苦手なようです。では、ここから2024年の様子に移ります。2024年3月28日。最高気温15度前後、最低気温10度前後の頃でした。今回も新聞ポットを使って種まきをしました。ちなみに気温は、このサイトで過去の気温が調べられます。こんな風に過去の天気を遡れます。栽培を振り返るときに便利です。ぜひご活用くださいね。使った種は滝井種苗産のビッグキスミックスです。発芽適温は15度となっています。土は種まき用の土を使いました。この新聞ポットは小さいため、とても乾燥しやすいです。場合によっては種まき用の土以外に赤玉土の小粒などを混ぜて使うこともあります。しかし、このポットは小さいし、乾燥もしやすいため、種まき用の土だけで十分に通気性を確保できます。小さなスペースで管理がしやすく手軽なのが、この新聞ポットの種まきの良いところです。土を入れたら軽くトントンして、土を程よくしっかり詰めていきます。土を入れ終わったら霧吹きをします。霧吹きをしていくと土が沈んでいきます。ポットに対してあまりに土が沈んだら土を足してください。新聞ポットもしっかり湿らせておくと後の作業がやりやすいです。種をまいていきます。種はこんな感じです。種の数が少なかったので、一つのポットに一つくらいの種を入れました。細い棒で種を入れていますが、手でつまんだ方が早いと思います。種を入れ終わったら、種が隠れる程度の土を種の上にかぶせました。種まきが終わったら、管理するトレイに移します。このトレイは豆苗を育てるトレイです。100円ショップで買うことができます。網トレイに底足がついていないので、底面給水させやすいです。ポットを並べるときは、ポットを倒さないように気をつけて入れます。トレイに水を入れました。ここに、ポットの入った網を、そーっと慎重に入れていきます。この時、ポットを倒しやすいです。ポットが給水していくのを見ながら、倒さないように安定させていきます。これで種まきが終わりました。3月31日、種まきから
3日後、発芽してきました。4月7日、種はほとんど発芽しました。今、動画を作って振り返ってみると、2025年より2024年の種まきの方がかなり丁寧に作業しているなぁと感じました。4月14日、一回り大きいポットに移します。この新聞ポット、通気性が良く、小スペースで作れますし、メリットが多いですが、デメリットもやはりあります。あまり長い期間、新聞ポットのままだと、新聞の周りに雑菌みたいなものが生えてきます。土に埋めてしまえば、なんともないようなのですが、あまり見た目が良くなくて気持ち悪いです。なので、発芽後はあまり期間を空けずに移植していきます。寒い時期はそれほど雑菌みたいなものが生えないけど、暑い時期は生えやすいです。新聞ポットは分解されやすいので、新聞ポットのまま植えて大丈夫です。新聞ポットを突き破って根が出ていました。よく見ると数箇所から根が出ているのがわかります。ガザニアは根の成長が早いみたいです。移植が終わりました。4月24日、移植から10日後、順調に育っているようです。5月18日、葉が鉢の縁をはみ出してきました。この頃、朝の水やりをしても、すぐに土の表面が乾いていました。乾くと、鉢も軽い感じがするので、根っこを見ることにしました。多少の差はあれど、根がたくさん生えています。やはり、ガザニアは根っこの活動が強い植物だなぁと感じました。また、一回り大きいポットに植え替えることにしました。この時はビニールポットに植え付けました。そこにしか通気口がないポットも使いました。あまり細かいことも考えず、リサイクル土に植え替えました。植え替え後はこんな感じで育てていきました。5月31日、葉が大きく成長してきました。つぼみのついている苗もありました。6月5日、一番花が咲きました。ここまで虫の被害などもなく、無事に育てられました。6月12日、種まきから2ヶ月半くらいでしょうか。たくさんの苗が開花してきました。開花しだすと、つぼみも次々と出てくるようです。ここまで育てるのに、こんなに手がかからない花は初めてです。発芽さえすれば、開花までは割と簡単だと思いました。6月13日、花びらにスリットが入るタイプが咲きました。6月15日、スリットの入ったものと赤いものを育てることにしました。根っこの様子を見てみます。まずは白いこちらの花から見ます。ポットの空気穴はそこに一つだけです。根っこがたくさん生えています。主に底の方でぐるぐる巻いていますね。でも全体的に根があるようです。次は赤いものを見てみます。こちらのポットには途中に空気穴が開いています。ピントが合ってないですね。すみません。こちらもそこで少しぐるぐるしているけれど、全体に根が回っています。どちらのポットでも根っこはたくさん生えてくれるみたいです。ガザニアって乾いてるようなところで咲いてるイメージがあります。株も横に張って伸びていくようなイメージを勝手に持っていました。なので土は浅めで空気が通りやすい方がいいのかなと思っていました。それでこの植木鉢を選んで底石を入れて育てることにしました。
口が大きくて鉢が浅いから空気は通りやすいかなと思いました。土はリサイクル土を使いました。開花させたまではできたけど、ここからどうやって苗を維持していくのかがわからない。苗を作るのは簡単だったけど、それから先が難しく感じました。とりあえず、こんな感じで、ここから育てることにしました。6月16日。植え付けた次の日、順調そうに見えます。7月30日。こんなものなのかな。私には、この苗の状態が良い状態なのか判断できなかった。8月2日。葉も増えているし、枯れてはいないけど、なんだか、あまり綺麗な感じがしない。8月9日。つぼみも次々と上がってくるけど、あまり綺麗に咲かない。8月11日。綺麗に咲かない状態が続く。8月23日。花は、ところどころ咲いてくれました。でも、株自体があまり美しくないです。この頃から、水切れが起こりやすくなりました。そして、ここから記録を残していませんでした。徐々に枯れていってしまった記憶があります。ということで、時を飛ばして、2025年5月1日、4月に種をまいて発芽したものを移植しました。開花苗の管理をどうしたらいいのか知りたくて、再挑戦しています。移植後はこんな感じです。5月13日。囲いの部分がガザニアです。5月15日。今後、雨が何日か続くと天気予報で言っていました。雨の日は水やりをしなくて済みます。雨が続くなら固形肥料を置いておくと成長が良いように思います。N10、P10、K10 の固形肥料を入れます。固形肥料を土にちょっと差し込んでおきます。経験上、置くだけよりこの方が効きが良いように思います。5月16日。固形肥料を置いた翌日。種まきからもうすぐ1ヶ月。苗の様子はこんな感じです。ということで、今回はここまでとなります。今後、うまく育ってくれるといいなぁと思います。開花苗がたくさん販売されているガザニアですが、発芽から開花までが割と短期間ですし、育苗中の病害虫の被害も少ないので、種まきを試したい方におすすめです。よかったら、種まきから楽しんでみてくださいね。それではまた。最後まで動画をご覧くださりありがとうございます。よろしかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。次回もまた見てくださいね。